思考が静まりかけたその瞬間、世界が少しだけ遠のく。音が和らぎ、時間がゆっくりになる。でもその直後、なぜか一気に思考が戻ってくる。それどころか、さっきより激しくなることさえある。まるで静けさに入るのを止めるかのように。それはあなたの中で起きているネドジュンさんが表現するところの左脳の逆襲です。思考が静まると左脳はそれを異常事態と判断します。だからあなたを元の状態に戻そうとして思考を強く再起動させる。これは失敗でも後退でもありません。むしろ正しく進んでいる時に起きる現象です。少しだけやってみてください。思考を止めようとせず、ただ沈めてみる。今何が起きましたか？急に思考が増えたり、関係のないことが浮かんできたり、これでいいのという声が出てきたり、あるいは理由のない違和感や落ち着かなさ、戻りたくなるような感覚。もしそうなら、それはまさに今話している現象です。左脳の役割は世界を理解し、整理し、コントロールすること。そしていつも通りを維持すること。思考が動いている状態は左脳にとっての安心できる世界です。でも思考が静まり始めると、その世界が崩れ始める。すると左脳は即座に判断します。制御不能になる前に戻れと。この時起きるのが思考の暴走です。次から次へと考えが浮かぶ。やめようとするとさらに増える。不安や違和感が強くなる。これは壊れているのではありません。むしろ逆で、コントロールを取り戻そうとしている状態です。つまり左脳が全力でアクセルを踏んでいる。そしてこの時期、もう一つ多くの人が感じることがあります。なぜか現実の中でも引っかかることが増える。人間関係がギクシャクしたり、ちょっとした出来事に強く反応してしまったり、タイミングがずれるような感覚。まるで外側の世界までざわつき始めるように感じることがあります。でもこれも特別な出来事ではありません。内側で起きている揺らぎに、現実への反応が強くなっているだけです。つまりこれも、左脳が元の世界に引き戻そうとする働きの一部です。ここでとても大切なことがあります。この暴走や逆襲が起きたとき、あなたはすでに思考の外側に触れかけています。だから引き戻しが強くなる。何も起きない人にはこの反応すら出ません。つまりこれは暴走しているのではなく、入り口に来ているというサインです。この逆襲はいくつかの形で現れます。理由のない不安、落ち着かなさ。意味あるの？できてる？という思考。そして現実への過剰な反応。どれも共通しているのは、元の状態に戻そうとする力です。これは悪化ではなく、移行の途中で起きる自然な反応です。ここがすごく重要なんですが、これは悪化ではなく移行期です。イメージで言うと、今あなたは思考という地面から空間に足を踏み出しかけている。でも体はまだ地面に戻ろうとしてバタつく。そのバタつきが思考の暴走となります。
ここでのコツは一つだけです。異常だと思わないこと。止めようとしない。消そうとしない。うまくやろうとしない。そうすればするほど左脳はさらに強く働きます。大切なのは戦わないこと。浮かんでもいい。不安でもいい。ただそのまま通り過ぎさせる。この時起きているのは思考が壊れているのではなく、思考への依存が外れ始めている状態です。やがて暴走は自然と力を失っていきます。思考が静まる直前はむしろ暴走しやすい。不安や違和感もセットで現れやすい。でもそれは交代ではなく、一つの入り口です。もしほんの少しでもそこに留まることができたら、その先では思考と違うレイヤーで静かな感覚が広がり始めます。時間の流れも、自分という感覚も、世界との距離も静かに変わっていきます。思考が暴走するとき、それは壊れているサインではありません。むしろ深く入る直前だけに現れる一つの現象です。その嵐の奥には、すでに静けさがあります。